今回山がエボ J 優勝して全校ストーリーの方がねパレおもれえとこだからな。モダン対モダンが発生したりとかもあったからな。すごい4体当たったんですよブランカ。大会で万歳飛ばれる率体感何割くらいですから。いやマジで飛ばれないっすお疲れー。まあいろいろありましたねこれはね。まあスト6オタクとしてやっぱりスト6の試合内容とかさ、まあ例えば今回山がエボ J 優勝して山がどうだったかとかさ、やっぱ樋口安定感あるなとか、プレイの内訳をやっぱ見るんだけど、プレイ話もまあ野暮じゃんか言うたら、全校のストーリーの方がねパレおもれえとこだからな。ミッキー VS KSK。 確かホンダは目立ったっちゃ目立ったのか。普段目立たなすぎてちょっと目立っただけで目立ったってなるもんな。パンク惜しかった。パンクも相変わらずのパンクプレを見して、プロポーズバフとかもあってな。パンクは勝つよなっていう。で、特に3先ゾーンに行っちゃいさえすればな。だからブラッドとか3先ゾーンに今回行けなくて9位かなんかだったもんな。3先ゾーンに入っちゃいすれば優勝候補なんじゃねえかなとかね。シュートもね3キャラ使ったりとかね。豪輝と竜とモダンベガだもんな。で、モダン対モダンが発生したりとかもあったからな。かなり色々あったよな。一応ワインド試合的には今回ねなんかブランカ多かったんだよね。めちゃくちゃブランカ多くて、ですごい4体当たったんですよブランカ。ブランカ対策やっぱバッチリやってきてよかったなと思いきや、4人目のブランカね、台湾のねブランカの人にもね競り負けてしまったんだよな。ちょっと終盤難かったのと、あとバクロリ食らっちゃったんだよな。あんだけバクロリ来るって分かってたのに、やっぱバクロリは痛えからな。対処ミスった時に強え技だなと思うなバクロリは。ブランカって結構その SA2 が強えとかさ、いろんな要素がある中でやっぱ対策はしたつもりだったんだけどな。あとはねやっぱ大会ならではの動きみたいなのもバレンドなんだよな。なんか例えばさ、そっちだく例えばさ普通にさこう残機でこうローラッシュやってさ、スクリューやってさ、なんかペンペンペンやってさ、こんなんは結構ね、例えば1ヶ月触ってなくても多分できるんだよね。でもやっぱ終盤力ってすごい結構やり込み大事でさ、体力状況こんなんなった時とかさ、どういう戦術でどう読み合ってどう戦うのかみたいなのはやり込みが問われる。例えばリーサルを逃すっていうのはやっぱね正直すげえ大事で、例えばこういうコンボ決めてこれ勝ちますとドカンズこう3000点ぐらい減りますみたいななんだけど、例えばこれがこう3100だったとするわけじゃんか。これ残るわけじゃん。いや行ってくれ行ってくれっつって行ってくれ、いや残ったみたいになって、これで負けちゃうみたいなね。これまあ見極めちょっとしょうがないんだけどね。結構しょうがないんだけど、ほんと人間じゃ測れないこの見る具合って絶対あるから。しかもこの指導がカウンターだったら足りるとかねあるからね。かなり見極めむずいんだけど、例えばまあ俺の体力がさ 90% あるとすんじゃん。そうやったら別にリーサル取んなくていいからね。まあ、これでももうほぼ勝ちだから。リスクリターンじゃなくなってくんのよ。この技とかも俺あんま使えてないんだけど、やっぱスベタラなんで弱いかって言ったら、やっぱこうリスクがこうマイナス18なんですよ。リスクリターンが合ってないんですよ。なんだけど終盤ってリスクリターンとかじゃないから、リスクってもうあと一発で終わりなわけだから、だからハイリスクローリターンでもここだったらこの選択ありだなっていうシーンが出てくるわけ。そこが面白いところだよね。あとはタイムがね残り10秒になった時にどうするかとかね、この辺の終盤力よね。タイムアップ勝負になった時のあなたどう動きますかみたいなのはかなり腕の差が問われるとこだなと思うし、なかなかやり込んでてもね、例えば1万試合やったとしてもタイムアップって多分ねだいぶ少ないんですよ。まあ人とかキャラにもよるんだけど、そうなった時にやっぱトライアンドエラーじゃなくて、やっぱその場のねセンスとかひらめきみたいなのが出てくるから、それは誰も考えらんないよねみたいなのがやっぱできるとやっぱ強いねとは思ってる。まあでも結構頑張れた方だった気がするけどな。でもやっぱごちゃってしまった時がもうちょいちょいあったから、そうワールドウォーリアーがあるんですよ今週。だから他のキャラ触るとかね、俺はイングリッド出たタイミングでさすがにテコ入れ入んじゃねえかなと思ってるから、一応それ読みでちょっと体作っていこうかなと思うんだけど、とはいえワールドウォーリアーとコンボブレイカーあるから、そこまでに自分の納得できる体勢でやっぱ痛いなっていうのがあるから、イングリッドで調整入った時にうちの子が輝いてる可能性はこれ結構あるんですよ。なんと
まあ、やっぱ変わんないよね。もう全然あり得るんだけど、現状今ハイパーがいいとはあんま思ってなくて。例えばみんなのティアランキングとか見てもやっぱナイキャラマジで下の方にいるからね。いや、やっぱそれはそうなるよなって感じなんだよね。アレックスはさすがに強くなるかなと思うね。俺ザンギは俺言うてね、悪くないと思ってたけど、真ん中ぐらいかなと思ってんだけどな。真ん中がいいかって言われたらね、やっぱちょっと足んなくてね。真ん中例えばさ、今これ29キャラいるんですよ。真ん中って15番目なわけじゃんか。15番目だったとしたら、やっぱ自分より強いキャラが14キャラもいるわけだから、テリーが良さそうじゃねやっぱり前じゃねみたいな。言うてエド、依然最強クラスだよな、みたいな。こういろいろ話が飛び交ってる中で。で、このゲームやっぱ、全員強いから、どのキャラもちゃんと、勝ち筋、負け筋みたいなちゃんとあるから、例えば俺、マリちゃんが例えば理論値低かったりとか、アレックスの理論値が低かったとしても、相手が対策できてなかったら絶対腕の差で勝てるなと思うしね。うん。そっちの方が強いね。もっと簡単に考えることできるんだよな。もっと万歳とか使えばいいんだよなと思ってんだよな。台湾ブランカもね、オジプレイヤーだったから、その万歳もっとね、狙うべきなんだよな。通せる。俺は通せる。リスキーだけど、そういうこと言ったらスクリューもなんもできなくなっちゃうわけじゃんか。ここの見極めよね。インパクトもあるしね。残儀にラッシュ中断はないわけだけど。もうちょっと多分ね、簡単に考えることはできるはずなんだよな。だから、そこは、正当か邪道かみたいなところで、やっぱ邪道。ここは邪道っすよね。例えば、長期戦だったりさ、俺とお前で勝負だみたいなスタイルになると、もちろん正当の方が20倍ぐらい大事に立ってくるから、こういうプレーの価値は下がるんだけど、トーナメントの2先とかって、邪道の価値は上がるんですよ。だからそこは、ちゃんと邪道に寄せた方が、まあ、キャラにもよるけどね。ちゃんとそういう目線を持ってるつもりなんだけどね。持ってるつもりなんだけど、多分この万歳がね、頭に入ってない時も結構あんだよなっていう思う、やってて。大会で万歳飛ばれる率、体感何割くらいですか？いや、マジで飛ばれないっす。そう、ホープ。そう、モダン秋。台湾17歳かなんかかな？あれやっぱ強くてね、俺結構対戦してるからわかるけど、マジでちゃんとこいつ強えなっていう。その、モダン秋ってピックで、プレイ内容がクソ真面目で、やっぱ独特な強みもあるから、なんか、いつかね、大会で跳ねても全然おかしくないなと思ってたね。ただやっぱバレると、やっぱ勝ち続けるのはやっぱ難しいなと思うね。まあ、むずいよね。やっぱ勝ち続けることを結構みんな目指すんだけど、俺やっぱ一回勝つのも大事だと思ってるから、一回勝つんだったら、上振れというかね、ポーンとね、やっぱ抜け出るみたいなタイミングが結構狙えるかなと思うから、競技性みたいなのがちょっと加速してるというかね、勝ち続けることを考える人が1万人いるとすんじゃんか。1回だけ勝つことを目指してる奴が10人いるとすんじゃん。多分その10人が俺は勝つんじゃねえかなと思うんだよな、1回だったら。例えばホープは結構今回目立ったと思うからさ、1回勝ったと思うんだよね。次に繋がるからね。次に繋がる一手になるから。で、次に勝ち続けることじゃあ目標になった時に、で、またちょっとキャラ変えたりとかね。するっていうのも一つの手だしね。勝ち続けるって考えるのがやっぱ正当なんだけど、やっぱこう一回勝つっていうか、今夜勝つみたいなその邪道魂を俺大事にしてるっていうかね。モダンは結構ね、いやー、結構手薄なんですよね、モダンは。残機だったら、モダン残機結構流行ってるから本当は検討したりとか、アレックスもね、モダンアレックスの方がね、貫通力あるんじゃないかとかね。クソ面白そうだけどなモダンサガットとかダメなの？モダンサガット何がないんだっけな？タッチショーパン、タッチューパンがない。無理だな無理っすね。いや、モダン来たよ、モダンベアよかったよね。マジで。いや、マジでほとんど見ないもんね、モダン対モダンって。よかったよな、マジで。